はい、どうもこんにちは。ちょっとね、3D プリンターがね、動いててちょっとうるさいんですが、気にせずにちょっと説明したいと思います。こちら、フロントフォーク。私が WR250R のワイドなホイールをつけるためにワイド化したフロントフォークなんですが、過去に動画出してます。はい。で、その動画でも説明しましたが、ここの中心からこっちのフォーク、ここの中心からこっちのフォークがですね、左右対称になってないんですね。25mm、35mm というふうにですね、10mm ほど広がっているという感じになっております。その動画でも言ってたんですが、修正せずになんとかやってしまおうと思ってたんですが、トップブリッツとかここにつくんですよね。その 10mm ずれたやつに合わせてトップブリッツ作るのもダサいなということで修正する気なかったんですけど、フォークを作り直ししていきたいと思います。はい、というわけでしっかり溶接いたしました。測ってみましょうか。ここでね、精度が出てなくても後ほどの組み立てで出せばいいので、ある程度出てればいいと。そんなね、シビアにここでやらなあかんわけではないと。ここで0ちょい、この辺か。コンマ1、コンマ2、コンマ3、コンマ 3.5 ぐらい触れてると、十分でしょうと。はい、OK です。こちらレーザーでございます。水平器とね、レーザー水平器、はい、で下ご覧の通り、軸の先端こちらと軸の先端こちら、ちょっと見えづらい、影になって見えない、先端レーザーで、1決めというか基準のね先端をここで食ってると。そして中心、ホイール中心、ホイールセンターか、ホイールセンターになるように、ここで基準を取ってこうぐーっときて、おおよそステムシャフトの中心にレーザーが当たるように調整したと。でここ溶接していくと。
これでおおよそ正確な位置に溶接できるであろうという状態です。はい、こんな感じでセットできましたと。で、前回のフォークの作成で左右非対称になった原因として、ここの高速を行っていなかったというところが大きかったのですが、今回は 3D プリンターで作成した位置決めジグでセンターに持ってきてます。で、こうやってね、レーザーでね、中心を食ってるんで、基本的に左右対称になるはずというところでございます。ちなみに溶接する箇所はここではなくてここなんでね、ここら周辺を溶接するんで、熱でこいつが溶けるっていうことはそもそもないという感じです。この位置に固定できればそれで十分ということで、はい、金属を使わずに 3D プリンターで造形したジグで固定していると。溶接機がめちゃくちゃね、溶接しやすくなってますね。結構薄いんですけど、やりやすい。このね、ちょっとね、こっちゃ意外と保持できてたね。意外とスッと取れてスッとつけれるから、意外と位置決めできてたと思う。はい、というわけでこちらフロントフォーク2本目完成となりました。溶接はね大変。とはいえですよ、これを以前作った時はこの溶接常磐なかったんですね。溶接常磐があることによってだいぶね固定が楽になりました。こうやってね、前使ってた 100V 溶接機からちょっと前に提供でいただいたスズキットのバディの、これは何だったかな、バディですわ。バディ、100V と 200V に切り替えられるやつで、溶接しました。非常にね使いやすかったです。パイプが分厚くてこっちのフォークが薄いんで、バランスをするのが難しくてですね、こう巻き込んで薄い方を溶接していくみたいな感じなんですけど、それがね、アークが常に安定してるんで非常にやりやすかったですね。はい、でちなみに 100V、200V 切り替えれるけど 100V でやってます。はい、非常に楽になったとはいえしんどかった。はい、やり直しました。というわけで組んでいきましょう。はい、というわけでこちらが今回作ったフォーク、前回作ったフォークとなっております。どうですかね。もうパッと見でこいつが真ん中に来ているというのが分かるんじゃないでしょうか。寄ってますよね、明らかにこっちにね。こっちに寄ってるというのか向こうに行ってるというのか、はい、だいぶ精度が良くなったと。はい、交換していきます。はい、というわけでご覧のように組み立てれました。特に問題は、ございませんと。フレームの色とフォークの色がね違います。これは、ヤフオクで買ったからです。株のねフォークは大体一緒でしょう。年式違っても。一応スーパー株90カスタム、これも90の株のフォークを買いました。無事装着という感じでございます。いやー疲れた。ものづくりというのはですね、段取り8分なんて言ったりしますが、もう段取りで疲れるという感じでございます。はい、毎回段取りするからね、品質が安定しないっていうね、私のものづくりもね、なんとかセンターに持ってきましたと。はい、
2回目ですけどね、一発でできないのが私の実力と、そして、ちょっとね告知がございます。前の前の動画か前の前の前の動画かぐらいでちょっと触りました、こちら U ナット、回り止めナット、緩み止めナット、回り止めじゃねえな、緩み止めナットですね。緩み止めナットとか言ったりロックナットとかって言ったりすると思うんですが、その中でも商品名で言うと U ナット、富士精密の U ナットというのはですね、バイクシェアナンバーワンなんですよ。ここら辺のスイングアームのアクセルシャフトと締結する回り止めナットだったり、リアのアクセルシャフトを止めるナットだったり、フロントのアクセルシャフトを止めるナットだったり、その他もろもろこのバネがついたナットのシェアナンバーワンの会社が富士精密という会社さんなんですが、創業60年だったかな50年だったかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、それだけのシェアを長年守り続けれるだけの理由があるということなんですね。というわけでですね、実は U ナットの富士精密さんに工場見学の方行ってまいりました。そちらの動画は私の段取りが良ければ明日公開されるはずです。緩み止めといえばですね、緩んではいけないところに取り付けられるということでですね、絶対に緩まないという信頼が、寄せられてるからこそバイクシェアナンバーワン取れるということですね。もちろんね、バイクだけじゃないところにも使われてるんですが、我々はね、バイクシェアナンバーワンって言ったらやっぱちょっとときめきますよね。あなたもね、バイクいじりでこうナットやなんやホイールやなんやを外して緩み止めナットを触ってるわけです。富士精密の U ナット触ってると思いますよ。というわけでね、そのシェアを守り続けることができる U ナットの秘密、工場見学で見てきましたので、ぜひねそちらの動画も見てください。というわけで今回の動画以上になります。面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたら、グッドボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。というわけでご視聴ありがとうございました。